皆さんこんにちは、中川ゆきです。今日は太ももとお腹まとめて細くしていくストレッチのご紹介です。というのも多くの方が太ってしまった部分に対して部分痩せをしようと運動をしたり、エステに行ったり、整体に通ったり、いろんな努力をされるんですが、なかなか思ったように結果が出ないということ多いと思います。それはですね、その太くなってしまった原因を理解せずにいろんなアプローチをしてもどうしても再発をしてしまうというのが大きな問題だからです。ですから今日はその太くなってしまう原因をしっかりと理解した状態で運動をしていきますから、どんな方でもしっかり効果が出るように変わっていきます。ぜひ一緒に頑張りましょう。まずは足やお腹が太くなってしまう原因から解説をしていきます。そもそも人の体というのは全身筋肉が連動して動いているということを理解しなければいけません。というのも足の筋肉一つ見てもこのように太ももの筋肉、特に真ん中の筋肉は骨盤のあたりまでつながっていますし、股関節の筋肉、腸腰筋というのは腰椎、腰のあたりからつながっているんです。ですから足を細くしようと思って足だけにアプローチをしてもなかなか変わらないっていうのは、体幹部分の筋肉、ここが不安定弱いっていう方はどうしても足を動かそうとした時に腰が反ったり、逆に腰を丸めてしまったり、いろんなエラーパターンを起こして運動をしてしまうので、歩いたり運動をするために必要以上に負担がかかってしまって太もも足全体が太くなったり、または体幹部の筋肉が働かない分お腹周り、腰周りにお肉がつきやすくなってしまうんです。というふうに聞くと体幹トレーニングをすればいいのかなと思いがちなんですが、そもそもそこが弱くなってしまった原因やうまく連動しない原因というのをまず理解しないといけません。この意外な原因というのが実はハイハイができていないことなんです。どういうことかと言いますと、よくいただくご質問の中に、私は生まれた時から足が太いんですっていうふうにねお聞きすることがありますが、それはね違います。だって生まれた瞬間に超人ハルクみたいな赤ちゃん見たことないですよね。はい、実はその物心がついた頃に足が太くなっていると思うのは、周りの子たちとねやはり比べて自分の差異を築けるようになってくる年齢だから、やはり物心つく頃、小さい時には私は足が太かったって思い込んでいる方が多いんですが、生まれた時はもちろん個人差はありますけど、大体似たような体型になっています。つまり物心がつく小学生とかに入る前、本当に生まれてから1年2年の間、ここでのハイハイをする期間が短いと、体幹と足、体全体の筋肉の連動が悪くなってしまって、物心がついたり大人になるにつれてどんどん足に負担がかかって太くなってしまうというのが大きな原因です。というのも、赤ちゃんのハイハイの姿勢思い出してもらうと、体幹トレーニングのプランクの形に出ますよね。まさにあの状態で手足にかかった体重を体幹部で受け止めてますから、実は赤ちゃんのハイハイってめちゃくちゃ優れた体幹トレーニングなんです。それが現代の社会というのはどうしても、特に都心部に行けばお家のスペースの問題ですぐに机とか壁があって捕まり立ちをしてしまうんですね。その姿を見た時に、周りの赤ちゃんよりも早く立ち上がってるから運動神経がめちゃくちゃうちの子いいんじゃないかって思いたくなるんですが、実は真逆で、ハイハイの期間が短くてすぐ立ち上がってしまうと、体幹部や股関節周りの筋力が強化されないまま立ち上がってしまうので、めちゃくちゃ体幹股関節が弱い子供になってしまいます。ですから最近のお子さんってまっすぐ立てない子が結構多いんですね。なんかぐにゃぐにゃしてるなとか、じっとしてられない子供が多いのは、こういった幼少期の過ごし方に問題がある人めっちゃ多いですね。その状態で大人になっていくと、もちろん体幹部や股関節周りが弱いので、股関節の脱臼とか膝の痛み、足の変形、尿漏れ、下腹のぽっこり、いろんな悪影響が出てきますから、ハイハイはもう膝がすりむけるぐらいまでやってほしいぐらいです。それとともに絶対に避けた方がいいのは、本当に早い段階で歩行器に赤ちゃんを乗せて歩かせることですね。あれはですね、百害あって一利なしです。体幹を使わずに腕で体を支えながらそのまま歩いてますから、すごく歩いてるような気はするんですが、体幹部への刺激も普通に立つよりも少なくなりますし、ハイハイが強制的にできない状態になっているので、お友達や親戚のお家に行った時に赤ちゃんがもう万が一歩行器に乗っていたら、もう赤ちゃんが泣き叫ぼうがその歩行器をぶんどってぶっ壊して捨ててやりたくなるぐらいですね。僕は否定的な感じですね。こういったことをね、本当は学校とかで教育としてどんどん教えていくべきなんですけども、なかなかねそれは今の日本では難しいと思いますから、今僕がですねオンラインで学べるストレッチの学校 UFIT というのを開設して、こういった健康に関する情報を深掘りして配信しています。体験入学してもらうことができますから、健康に美しくなりたい方はぜひ覗いてみてください。
はい、ということで今日はですね、2ステップです。まずステップ1で体幹部や股関節がうまく使えているかのチェックをして、ステップ2でそれらの筋肉を連動して使える体幹エクササイズをしていきます。それでは一緒に頑張りましょう。ではまず壁に背中をつけて立ちます。この時かかと、お尻、背中、頭をつけて足に力が入ってしまうという方は少し 1,2 センチほど壁からかかとを離しても大丈夫です。この状態で足がまっすぐ上がりますか？上げる時にですね、この背中で壁を押したり、おーっとこう倒れそうになったりというのがなければ、うまく股関節や体幹部が連動しています。どういうことかというと、足上げる時に骨盤がグラグラしてしまう方というのは、背中を丸めてしまったり、逆に腰を反って足を上げようとしているからです。特に上げにくい方の足というのは、軸足になっている方の体幹部と股関節の連動が悪くなっていることが多いので、これも自分がどっちが得意か苦手かチェックしておいてくださいね。ここからエクササイズをしていきます。用意するものは厚手のバスタオル、もしお持ちの方は空気の入った弾力性のあるボールです。もちろんなくても大丈夫です。はい、ではまず足を大きく前後に開いて、足の付け根を伸ばしていきます。余裕があったら膝を持ち上げて、付け根がピーンと伸びる感覚があったらバッチリ。上下に動かしてもいいですし、止まってもいいです。もう少し伸ばしたいなっていう時は、肘とかかとをぐーっと近づけにいく。付け根の前がピーンと伸びていくイメージです。深く息を吸って、ゆっくり長く吐いて、しっかりとおへそを正面に向けていきましょう。おへそが横向くと伸びが半減しますからね、ちゃんとへその向きをまっすぐ自分の正面に向けて、伸びが強くなるところを探しましょう。はい、いいです。これもし膝が痛い人はタオルとか引いてください。はい、でこの状態でゆっくりお尻を後ろ。タオルがなかったら自分の服とかね、トレーナーとか引いてもらってもいいです。はい、今度こんな感じでももの裏側を伸ばしていきます。ハムストリングス、ふくらはぎ。もも裏の筋肉も股関節や骨盤つながっていますね。そのまま呼吸を忘れずに、余裕がある人は足首を曲げていくとふくらはぎが強烈に伸びていきます。最初に言ったように筋肉は全部つながっていますから、ふくらはぎが硬くなってしまうともも裏まで硬くなります。できるだけ全体柔らかくしていきましょう。はい、止まっているのが辛い時は動いてもいいです。OK、入れ替えましょう。今度は反対側です。一歩足を前に。このまま付け根の前のストレッチ。はい、余裕があったら肘とかかとを近づけます。これも伸びが強い角度を探していきましょう。後ろに引いた足の付け根が伸びればバッチリです。形は多少変わってもいいです。逆に体を起こした方が伸びを感じやすい人は起こしてもらってもいいですよ。腰を丸める、骨盤の後傾を意識すれば伸びが強まります。自分の伸びを意識しやすいポジションでストレッチしていきます。自分でバリエーションを考えたり調整できることめちゃくちゃ大事ですね。目いっぱい吸ってゆっくり長く吐き切る。はい、今度はお尻を後ろに引きます。もも裏、ふくらはぎのストレッチ。目いっぱい息を吸って吐きながらぎゅーっと後ろ。意識はお腹とももですね、くっつけるような感じ。これが股関節を曲げる感覚です。体幹と股関節しっかりと連動していくと、この辺りがくっつけた状態でお尻を引けるようになっていきます。目いっぱい息を吸ってゆっくり吐いて、痛いなと思う時は体を起こしてもいいですよ。椅子とか壁とかに手をついてもいいです。できるだけ腰を反った状態で引いてあげると伸びが強まります。はい、ただ痛いです。無理しないで。はい、いいです。ではこのまま膝をつきます。足をまんじ型にしていきましょう。こんな感じです。はい、このままお尻の上げ下げです。ガニ股にした方のお尻の筋肉のほぐし運動です。これも股関節のエクササイズ。はい。で、この時ですね、膝が痛い人は無理せずに、最初のストレッチに戻ってもらっても大丈夫です。アップする時にしっかりとお尻をキュッと締めて、戻す、締めて、戻す。
お尻がつく手前で止めましょう。辛い時は回数少なくても OK です。無理はしないで。でもちょっぴり頑張って。もう一息。結構これがしんどいですよ。その分ヒップが上がります。はい、いいです。このまま前へ倒します。膝と胸を近づけていきましょう。はい、深く倒します。この足、後ろの方ですね、余裕があったら引いてもらうと伸びが強まっていきます。これもね、いろんな角度を調整しながらどこに持っていくと伸びが強まるか探します。前の足のお尻の外側を伸ばしていってます。そしてこのかかとを自分のみぞおちの方に持ってくると伸びがまた強くなります。お尻の筋肉が喜んでますね。はい、筋肉と会話をしてください。深く吸ってゆっくり吐いて、いいです。今度は反対側。はい、すねが自分と平行ですね。はい、この状態でアップダウン。椅子などがある方は支えを使ってもらっていいです。あくまで使うのはガニ股にした方のお尻です。はい、この足も少し内側に寄せるような意識をすると内ももも締まっていきます。内もも、お尻、はい、そしてお腹を引き込めて体幹、しっかりと股関節と体幹まとめて使っていきます。はい、深呼吸は忘れずに。手はどこでもいいです。やりやすいところ。吸って吐いて、吸って吐いて。お尻がガッと力が入ったり燃えるように熱くなってていいですよ。はい、いいです。で、少し僕だけ向きを変えると、この形から少し横の足ですね、内股にした方を後ろに引いて倒せそうな方は倒します。はい、これで深く倒すと前の足のお尻の外側が強烈に伸びていきます。目いっぱい吸ってゆっくり吐く。かかととみぞおちを近づけると伸びが強くなりますが、これは選んでください。痛気持ちよくできる範囲でいいです。長く息を吸ってゆっくり強烈に伸びが強まるところでキープします。ラスト一呼吸。はい、いいです。今度は四つ倍のポジションから腰を反ったままお尻を引くと股関節、ここを使います。これで腰は丸まってしまう人というのは普段足上げる時も股関節を使えずに腰が丸くなっています。逆に反りすぎちゃう方、腰の隙間はだいたい手のひら1枚分ぐらいですね、イメージをして動かしていきます。股関節の前に詰まり感を感じたり、少しヒップに突っ張り感を感じる方、この位置ですね、大正解です。分かりにくい方もやってるうちにちょっとずつ感覚がつかめてきますよ。これも四つ倍ですね、ハイハイの動きにつながっていきます。本当にね、ちっちゃい頃はたくさんハイハイした方がいいですよ。体幹トレーニングです。はい、 OK。 では赤ちゃんに戻ったイメージです。腰をぐっと丸めて、決して腰は反らないように気をつけましょう。はい、よいしょ。右と左へ。これでお腹力入ってますか？ここはあえてね、思いっきり背中丸めてもいいです。お腹とお尻に力入れて、体幹トレーニング、ハイハイのバリエーションです。めちゃめちゃお腹、そしてちょっぴりお尻もしんどくて正解。疲れてきて腰が反りそうになったら一回止めて休憩していいですよ。一個前の種目に戻ってもいいです。選んでいきましょう。ラストラスト。はいです。ではももの前です。寝転んで、枕とかある方は枕使ってもらうと楽でいいですよ。はい、膝後ろに引きます。太ももの前のストレッチ。目いっぱい息を吸って、見えますね、太ももの前の筋肉、この辺りを伸ばしていってます。ももの筋肉だけど股関節をまたいで骨盤までつながってますよ。しっかりとこの辺りまで意識をしていきましょう。ここで腰が反ると伸びません。しっかりとお腹締めて
腰を丸めるような感じで、でも膝は後ろへ。はい、そうすると伸びが強まります。ストレッチの形は作ってからがスタートです。どこにやったら伸びが強まるか感じてくださいね。ラスト OK、 反対側行きましょう。はい、でかかととお尻がまっすぐ、股関節、膝と人差し指がまっすぐ一直線です。この位置がずれてくる、こういう形をとってね、ストレッチをしたり、よく女性でしたら足を崩して座る方、これがね足を歪めてしまう原因です。ちっちゃい時もね、お子さんの姿勢とか見るときは、アヒルさん座りとか、こう足を膝を崩しての座り方は極力やめた方がいいです。股関節とか足がどんどん歪みます。太もものストレッチも必ずまっすぐ、かかと、膝、股関節をだいたい地面と平行ぐらいに保ちましょう。ちょうどお尻の後ろら辺になります。はい、内側とか外側に歪むと良くないですよ。はい、いいです。ここでタオルを挟んでもらってもいいですし、お持ちの方はこういったボールを膝裏に挟んで、腰の隙間が手のひら1枚です。はい、これでボールが落ちないように上げ下げ、ない人はバスタオルとか挟んでください。そうすると膝を曲げてあげるともも裏が縮むので、反対側の太ももの前の筋肉が緩んでくれます。なので足上げるとき、いつもももがしんどかった人は股関節に入ってくるはずです。はい、ちょっぴりガニ股にするのがこれポイントです。はい、こうすると股関節の内側、腸腰筋といって、この腰椎ですね、背骨の腰のあたりからつながっている筋肉、ここにしっかり刺激が入ります。内ももとか股関節、付け根がだるいはず。はい、いいです。さあ最後反対、どんどん足が細くなっていきますよ。ちょっと見やすいように僕足伸ばしますけど、皆さんは足両膝曲げたままでいいです。はい、こんな感じ。ちょっとガニ股のまま上げてます。太ももの筋肉見ると分かるんですけど、特に内股で普段生活する人は股関節の腸腰筋じゃなくて太ももの表面の筋肉を使いますから、太もも太くなります。必ずちょっとガニ股気味ぐらいですね。これで上げ下げしましょう。はい、で普段からガニ股の人はまっすぐにしてください。股関節、お皿、人差し指がまっすぐです。はい、なので自分の骨格タイプに合わせて調整をしていきます。ただ股関節の奥感じやすいのはおそらくガニ股の方が皆さん分かりやすいはず。 OK。 はい、どうでしょうか。最初よりもすっと足が上がるようになっているはずです。うまくできている方は続けていければ、どんどん足とお腹のラインが綺麗に変わっていきます。このように健康に関する情報を深掘りしてお伝えしたり、皆さんからのご質問に回答をする質問回答ライブなどを行っているオンラインストレッチの学校 YouFit、概要欄から1週間無料体験ができますから、ぜひご参加ください。今日の動画も良かったなと思う人は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。